佳子さまのお相手候補報道。女性皇族としては珍しい一人暮らしを始めたことで、話題になっている秋篠宮佳子さま。ジェンダー平等などに関心を持つ佳子さまは、独立心が強く自立した女性です。そんな佳子さまですが、最近はお相手候補についていろんな方面から憶測の声が上がっています。今回は佳子さまのお相手候補について見ていきましょう。佳子さまの結婚観や恋愛観。結婚適齢期でもある佳子さまですが、佳子さま自身は自分の結婚についてどのように考えていらっしゃるのでしょうか。一部の発言をまとめたので一緒に確認していきましょう。過去に佳子さまはこのように発言されています。20年から22年まで国際ガールズメッセに寄せたメッセージでは、誰もが人生の選択肢を増やすこと、自らの可能性を最大限活かしていけること、それが当たり前の社会になることを述べています。紀子さまとの間で口論が起こった際には、このように発言しています。お母さんは結婚する時に納得した上で皇室に入ったのでしょう。でも、私とお姉ちゃんは違う。生まれた時からここしか知らないのよ。佳子さまは自由に恋愛や結婚をしたいと望んでいて、早く結婚して自立したいとの思いが強いようです。当時は眞子さまのご結婚問題と同様、紀子さまと佳子さまとの間の不和もまた秋篠宮家にとって、大きな懸念となっていたようです。さらに、姉宮と同様、佳子さまも自由恋愛を経たご結婚を望まれているご様子が伺えます。ICU 国際キリスト教大学を卒業された2019年3月には文書を発表し、結婚においては当人の気持ちが重要であると考えていますと綴られています。佳子さまのご学友が振り返るには、佳子さまは学生時代から自由闊達な方で、世間知らずな印象はありません。時には、気になる異性の話を口にされることも。よくおっしゃっていたのは、私がいいなと思う人がいても、いざ付き合いそうになると、いつの間にかいなくなってしまうのということでしたとのこと。佳子さまも皇族ではありますが、普通の女の子のように異性の話をされることもあったんですね。ですが、いつの間にかいなくなってしまうという言葉に、なんだか寂しさが感じられます。佳子さまは学生時代から早く皇室を出て民間の世界で生きていきたいといった考えをお持ちだということも有名です。結婚イコール皇室を出る手段とも考えているのかもしれませんね。前々から早く結婚したいというお考えがあるため、嬉しい知らせが早く入ってきそうです。そんな佳子さまに対して、ネット上では佳子さまのお相手は彩色兼備の御曹司でお願いしますね。またあいつみたいなのだったら嫌だな。結婚するのか、俺以外の男と笑い。結婚するなんて聞いてないよ。佳子さまと結婚できる人は幸せ者だよね。など様々な声があります。皇族の中でも、美しいプリンセスと騒がれる美貌を持つ佳子さまの結婚相手は、気になる人が多いようですね。そんな佳子さまですが、実は佳子さまの結婚相手候補かもしれないと話題になった人物が数人います。佳子さまの結婚相手候補。佳子さまの結婚相手候補かもしれないと話題になった人物を紹介します。1、30代の黒服男性。2、国際キリスト教大学時代の先輩。3、富士急グループの御曹司、堀内元輝。4、イギリスのリーズ大学での留学仲間。5、幼馴染の歯科医伊藤圭吾。それぞれ順番に見ていきましょう。30代の黒服男性。2018年10月頃、東京都内のコンビニで秋篠宮家の次女である佳子さまが目撃されました。佳子さまはコンビニで iTunes カードを購入して、黒服の男性の元へと駆け寄りました。リラックスした表情で駆け寄る佳子さまの姿に、この男性は佳子さまの恋人なのかと疑惑が浮上しました。しかし、この黒服男性は皇宮護衛官だったようで、佳子さまの恋人ではありませんでした。調べてみたところ、皇宮護衛官は皇室を護衛する専門の職業で国家公務員だそうです。ボディーガードみたいなものでしょうか？ちなみに皇宮護衛官になるのは結構難易度が高く、2022年の皇宮護衛官採用試験の倍率はなんと約 37.3 倍。皇室を護衛する立場であるため、勉強ができる頭の良さだけでなく、体力や体格、人柄なども兼ね備えていなければ採用されず難しい試験だと言えますね。実はこの頃、姉である眞子さまの婚約が話題になっていて、紀子さまはお子様へ対して敏感になっていたそう。佳子さまの私生活も、制限が厳しくなっていたと言われています。プライベートで監視の目を光らされ、佳子さまが過ごしにくい時間を送っていたとすれば、護衛官とは気軽に話せて至福の時間だったのかもしれないですね。そう考えると微笑ましい表情にも納得です。
皇族であるという立場上、両親や世間の目を気にしなければならない場面も多いでしょうから、心許せる人が身近にいることは安心ですね。しかし、それほど窮屈な生活を送っていたのであれば、ちょっと佳子さまがかわいそうな気がします。国際キリスト教大学時代の先輩。佳子さまは学習院大学を中退して、眞子さまと同じ国際キリスト教大学に進学されて学生生活を送っています。2016年に、その国際キリスト教大学の先輩である男性と交際しているのではないかと噂になりました。この先輩の男性は個人的なやり取りをするだけでなく、佳子さまのことを親しみを込めて、佳子と呼び捨てで呼んでいたそうです。佳子さまは学内では秋篠宮さんと呼ばれることが多く、先輩とはとても親しく恋愛関係なのではないかと言われていたようです。またこの先輩はサッカー部に所属していたようで、スポーツマンだとわかっています。国際キリスト教大学は東京都にある大学で、偏差値67.5とずば抜けて高く、難易度の高い大学です。一般入試で受験すると倍率は約 3.8 倍だそうです。世界大学ランキングの日本版では、私立大学で1位、国公立を含めた大学では10位になっていて、大学ブランドも高く、エリートが多く集まる大学です。そんな大学に通うスポーツマンの先輩となっては、噂が立つのも理解できますよね。その先輩とは結局何もなかったのでしょうか。富士急グループの御曹司。2017年、佳子さまは富士急グループの御曹司、堀内元照さんと交際を報じられています。富士急グループは交通やアミューズメント施設、不動産など手広く展開している日本の大手企業です。堀内元照さんの写真は見つかりませんでしたが、いくつかプロフィールがわかりました。堀内元照さんの経歴、学歴、幼稚園から中学校、学習院。高校から大学、慶応大学法学部。職業、メガバンク、みずほ銀行。シンガポール勤務。両親、父、富士急急行社長。母、元ワクチン大臣。堀内元照さん、かなり経歴がエリートですよね。さらに、堀内元照さんは姉である眞子さまと学習院で同級生。堀内元照さんの母は紀子さまと友人だという共通点もあるそうです。しかし、堀内元照さんの父孝一郎さんはこのように話しています。笑いながらしてない、全くありません。本人が一番驚いていました。一度も会ったことないんじゃないですかね。会ったこともないとなれば、単なる噂に過ぎない可能性も高いですね。実際に、当時堀内元照さんは勤務地がシンガポールだったため、交際の真偽は定かではありません。イギリスでの留学仲間。佳子さまがイギリスのリーズ大学に留学していた時、同じ大学に留学していた男性と交際が報じられています。一緒に行動しているところをよく見かけ、周囲からもお似合いのカップルだと認められていたとのこと。この男性は、東京農業大学から留学できている、理系男子だそうです。一般人のため、写真はモザイクがかかっていましたが、高青年イケメンな雰囲気でした。眞子さまの結婚が落ち着き次第、婚約発表をするのではないかと噂されていましたが、実際にはそのような報道はありませんでした。交際自体が噂だったのか、破局したのかは謎のままです。幼馴染の司会。2022年には、佳子さまは司会との熱愛が報じられていて、幼馴染の伊藤圭吾さんではないかと噂されています。伊藤圭吾さんは歯科医院を経営していて、経営する歯科医院の2階3階を自宅にしているそうです。2022年8月、その歯科医院に佳子さまが訪れて2時間半ほど滞在したとのことです。帰り際、佳子さまが伊藤さんの両親に見送られる姿を週刊誌に捉えられています。単純に歯の治療やメンテナンスで訪れたのかとも思われましたが、佳子さまが到着してすぐに、歯科医院である1階の電気は暗くなったそうで、滞在時間の長さからも歯科医院の上にある自宅に、訪問したのだろうと思われています。伊藤圭吾さんと佳子さまは学習院時代小学校の同級生だそうで、両親も紀子さまと同級生という共通点があるようです。伊藤圭吾さんは学生時代、アイスホッケーに力を注いでいたようで2018年の秋大会では最多ポイント賞を受賞しています。佳子さまも学生時代からフィギュアスケートやダンスなど、スポーツに力を注いでいるので、そういった面でも話題があるのかもしれません。学歴が良くスポーツもでき、美男美女。この熱愛が事実だとすれば、とってもお似合いですね。ネット上でも、伊藤圭吾と結婚してほしい。約束してほしい。電撃とかいいから、司会と結婚してほしいな。
このようなお二人の結婚を願う声が見られました。ネット上で一番結婚に近いのではないかと予想されているのは、司会で幼馴染の伊藤敬吾さんです。紹介した通り、佳子さまは2022年にお忍びで伊藤敬吾さんの自宅へ訪問しています。その時のことについて、伊藤敬吾さんのご両親に取材した際はっきりとした否定はされなかったようです。訪問を知っているということは、佳子さまをつけてきたのかといったような返答をしています。その後お答えすることはありません。とおっしゃっているため、交際は事実だろうと噂されています。佳子さまも伊藤敬吾さんのご両親も、週刊誌につきまとわれることに嫌悪感があるようです。実際に、この自宅訪問以前には佳子さまを乗せた車が、急なブレーキや進路方向をたびたび行い、追跡を避けている素振りもあります。皇族とはいえ、プライベートな部分はそっとしておいてほしいのかもしれませんね。第6の男性。ここまでで、佳子さまのお相手候補として5人を紹介しましたが、最近になって週刊誌やインターネットメディアにおいて、有力な結婚相手候補が浮上したと話題になっています。この6人目のお相手候補を見ていきましょう。6人目のお相手候補は一般人なので A さんということになっていますが、島津一門で玉里家と通称される、旧公爵家の御曹司であることが報じられています。この島津一門とは詳しく見ていきましょう。源頼朝の子孫と言われる島津家とは最後の薩摩藩主島津忠義は、久光の実子ですが、叔父の成明の養子となって家督を継ぎました。しかし、明治天皇は維新後、久光を懐柔するために、別の公爵家を建てることを認め、二つ目の島津公爵家としました。たまりは久光の隠居所の名前です。島津家は源頼朝の子孫と言われています。鎌倉市には源頼朝の墓所がありますが、21世紀になって鎌倉市に寄付されるまでは、島津家の所有でした。また、頼朝の祭祀は鶴岡八幡宮が行っていますが、遺族代表の形で参加するのは、島津宗家のご当主です。ただし、もともと島津家の初代である忠久は、果たしの流れを組むこれ宗阿孫を名乗る、漢族帰化人系の中級の奥下さんでした。母は、これ宗の広子と通じて忠久を生み、後に足立森長に化しました。忠久は、祖母の比企の尼が源頼朝の乳母だった縁で鎌倉におり、薩摩、大隅、日向三国の守護と、されました。その時に、この池の島津省宮崎県都城を管理したことから、島津姓を名乗りました。忠久は主に鎌倉に住み、比企の乱に巻き込まれたり、越前の守護になったりしましたが、子孫が現行の後は、九州に住むことを命じられて土着しました。そして、室町時代あたりから、源頼朝楽院説を流し、清和源氏だと称しました。一族は南九州各地に広く分散し群雄割拠でしたが、戦国時代の島津忠義が戦国大名としての地位を確立しました。父親は伊作島津家という中規模の領主でしたが、その死後に美人だった母の常盤が宗州島津家という有力者と再婚し、息子の忠義をその後継者としました。忠義は有能で薩南きっての有力者となり、やがて宗家の後継者にこの高久を送り込みました。これが、大友義重と戦い、豊臣秀吉に服属した島津義久義弘などの島津四兄弟の父です。ザビエルが鹿児島にやってきたのも高久の時代です。こういう経緯なので、果たしという立場では、伝承によれば真の始皇帝の子孫であり、源頼朝の隠し子ということでは、その子孫になります。後者は怪しげですが、江戸後期の名君島津重秀が、鎌倉に墓を建て、友人の水戸成明に頼んで、大日本史にも書いてもらいました。あまり意味がなさそうに見えますが、幕末には2回にわたって将軍のお台所を送り込み、それをてこに御三家並みの格を獲得し、それが維新の原動力になりました。近世の島津家については、徳姫と島津徳川の500年で詳しく書かれていますが、島津に暗君なしと言われるように、殿様が優秀で体も壮健、子沢山の系譜だったので、大名から娘を奥方に、男子を養子にと申し込みが殺到したようです。幕末の名君で西郷隆盛を育てた島津成明の子は創生したものが多く、男系の子孫は残りませんでした。成明の後を継いだのは弟の久光ではなく、その長男の忠義が成明の養子となって島津宗家となり、最後の藩主でもありました。久光は当主とはなりませんでしたが、国父と呼ばれていました。朝鮮王国での構想に対する大院君みたいな立場ですが、文久2年の政変まで江戸にも京都にも現れたことがなかったのは、
殿様でもその正子でもあったことがないからだそうです。久光は維新後に家臣の西郷と大久保に裏切られ、政府では意見が通らず、廃藩置県までされて鹿児島にこもりました。そこで明治天皇も自ら鹿児島に下校してご機嫌を取ったくらいですが、その一環として、久光には溜島津家と呼ばれる別家を建てさせ公爵とし、七尾の正隅に継がせました。公爵二家というのは他に徳川家がありますが、これは徳川慶喜に田安家たちが継いだ宗家の他に、別家を建てたものです。しかも、それだけでなく、旧家族には島津姓が13家ありました。日向佐原藩主の島津家は独立大名だった分家だが、忠義の七尾久則が継ぎ、その子の久長が昭和天皇の皇女高子さんを夫人に迎えています。その他は男爵ですが、徳川御三家に似た形で男系が断絶しないように設けた、梶木、垂水、今泉、重富の死家があります。このうち、今泉家は天璋院篤姫の実家ですが、久光の逸尾忠敬の次男早彦が継ぎました。重富家は久光が婿入りして継承していましたが、宗家に戻ったので四男の渦彦が継ぎました。渦彦の夫人は成明の娘なので、この系統にのみ成明の血統は引き継がれています。それ以外では、宮野城家、碧氏家、都城家は一族の家老家ですが、宮野城家は久光の次男である久春図書が婿養子になって継ぎました。さらに、久光の逸尾の忠方、忠義の逸尾の忠光、六男の忠広もそれぞれ独立した男爵家を創設させてもらっています。佳子様のお相手候補の祖母は、宗家は忠義の後、忠重、忠秀、信久と継承されていますが、信久の母、野口明子は近衛文麿の長女、妻の逸子は西郷隆盛のひ孫であり、忠義の娘の親子は、国宮国義王と結婚し、その娘が光順皇后です。一方、玉利家では忠成の後、忠次、忠広と継承されています。忠次は、日本赤十字社社長として活躍し、残留日本人の救出などに功績がありました。夫人の安子は大乗大臣、三条実富と福井藩主、松平春岳の孫。忠広の夫人は北白川初子。かつて上皇様の妃候補の筆頭と言われた女性です。初子の長男は電気機械メーカー勤務で、さらにその長男が前述の A さんというメガバンク勤務の青年です。果たして、今回の週刊誌やネットメディアの報道に、どこまで信憑性があるかわかりませんが、今のところ A さん本人や周辺から積極的な否定の言葉はないし、実現すればパーフェクト婚以上と、世論も好意的です。誰が仕掛けているかわかりませんが、A さんとの結婚の効用としては、秋篠宮公主家に袖にされて、何かと誹謗中傷をしている人が多い、学習院 OB、OG との関係改善に役立つでしょう。A さんは学習院育ちで同窓会の役員まで務めていますし、親戚には、かつて娘が皇太子候補と言われた学習院元理事長もいますし、祖父天皇陛下と学友も父親も学習院 OB で、母親も天皇陛下と秋篠宮様の間の学年の学習院 OG なのです。旧家族の親睦団体である一般社団法人霞会館。旧家族当主が会員の人たちも大歓迎でしょう。現在、皇族女子が結婚後も単独で皇族身分を維持できるようにする法改正の検討が進んでいます。佳子様がこの制度を利用されたいのか、そうでないのかは不明です。もし利用されて、夫は皇族にならず民間人のまま海外訪問などに一緒に出かけられても、公開されてる写真からしても、国民からの違和感は全くなさそうです。逆に、佳子様が結婚後に民間人になられても、A さん本人及び実家が、佳子様の元皇族としての品位を維持する上で、困難のなさそうな家庭環境と仕事であることも喜ばしいことです。ただ、懸念材料としては、佳子様と A さんの二人が明治天皇と島津久光という共通の先祖を持つ、近親者であることでしょうか。これまでも、皇太子妃選びの時は、宮内庁も非常に神経質に近親者は避けてきました。一方、女性皇族のお相手については、皇位継承者に影響が出るわけではなく、過去にもそれほど重視されてこなかったことから、今回も問題にならないと思われます。何にせよ、佳子様が望む相手と望むような形でご結婚されることが一番ですね。佳子様も結婚適齢期でありますから、年内に婚約報道もあるかもしれません。本日はご視聴ありがとうございました。